では今回は連続切り返しをお伝えしたいと思います。これは切り返しといっても実際に切る動きではなくて切り返していく体さばきの稽古、あとはそれと体全体で剣を扱うその体の使い方を学ぶ、それに加えて浮き身を練っていく、総合的な剣術稽古として私は取り組んでおります。でこれのやり方としましては切っ先を小さくトン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 と操作していくものですから、それがまず1点。あとは正中線を渡ること、この正中線を越えて1立ち目2立ち目3つと123と渡りますので、こういうふうにしちゃいけない。1つ2つ3つ4つというふうになっていきます。ちょっとやってみましょうか。ゆっくりやりますよ。まず1立ち目、条件としては、一応右足前の、このぐらいの状態から構えて1つがここで2つで、この場合は切り返しなので振り下ろしません。無理ですから、これは無理ですからね。1つ2つ3つと、3つぐらいまでだったら割合すぐにできるかなと思います。これで123というふうに振っていきます。それをいかに早くやりながらピタッと止まれるかっていうところを大事にした方がいいでしょうね。よれずにね、こういうふうに止まることですね。刃筋を切り返す方向に瞬間的に向けないといけませんので、ブレーキをかけずにこの初立ちの1つ目のエネルギーをそのまま止めずに2つにつなげないといけませんので、パッとここで手の内をうまく使って切り返していくんですね。でまた反対に切り返していく、反対に切り返していくというふうにやっていかないといけません。でそれに切り返していく時には一番負荷がかかりますから、体にその時に受けているか浮き身がかかっているか、足の裏の接地圧を抜かないと素早く切り返していく時の腰が重たくなるんですね。腰が重たくなると体全体で切り返していく時に抵抗が強くなるんですね。よくありがちなのはやっぱり肘先の力でやってしまう人が多い。これはもう切らないですよと、切り返す動きですよと説明をしても、どうしてもやっぱりこう肘先の風になってしまいますから、その癖を改めるためにもこの連続切り返しというのは大事なのかなというふうには思っております。体全体で剣を扱うためには体の内側をいかに付け根側、腕の付け根側、体幹部をいかに使ってあげるかということが大事になりますので、肘先側、体よりどちらかというと外側でこういうのは体が全然使えませんので、よくありませんので、なるべくここを使わずに肘よりもこの元側、付け根側を使って操作していくと、切り返していくと。そうなると腰が動かないといけません。で腰を動かすためには先ほども言いましたが、足が動かないといけない。で足をわざわざ踏み替えると時間がかかってしょうがない。じゃあどうするかとなると、ふわふわして接地圧を抜いておかないといけませんので、床を蹴ってジャンプして接地圧を抜く人がいると思います。早くやるときにこういう感じね、やってしまう人がいると思いますので、そうなるとおそらくうまくいきませんので、落下しながら足裏の接地圧を抜いていく必要があると思います。ですからどうしても床を蹴ってしまう人は最終位置をこのぐらい低くするつもりでやってみるといいでしょうね。そうするとおそらくここはなりにくいですから、沈むということを意識してトントントンとやっていかれるといいでしょうね。あともう一つ注意点は姿勢ですね。最後の姿勢が背中をまっすぐにしたまま沈んでしまいますと、こういう感じになってしまいますから、こうならないように背中をまっすぐして、基礎の部分、体の土台の部分がこう斜めになって弱くならないように、体を落として沈めるほどに背中というのは前に前傾していきます。こうなりますので、この角度ですね、そういうのも腰の落とし方、沈め方、頭の下げ方というのを合わせて身につけていくと、総合的な剣術を行う上で必要な体使いの稽古になると思います。もうちょっと切り返しをお見せします。最後ね、まず1立ち目がここ、2つ目がこ
3つ目だとここですね。で4つ目になりますとで5つ目ぐらいになるとちょっとややこしくなりますけども、腰を震わせるようなイメージですね。それでここになります。で6つ目、まあ6つ目ぐらいまででしょうね。浮きとちょうど一致するギリギリのところはね、それ以降はちょっともたつく感じが出ますので、6つ目ですとちょっと体の整え方をね変えなきゃいけませんので、このぐらいかなとこのぐらいになるかと思いますので、興味のある方はやってみてください。はい、以上です。